盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回のテーマは暖かくなってくるともう虫とか菌とかもう病害虫増えますよというお話です。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。メールアドレスでね概要欄にある、登録フォームからねメールアドレスだけで登録できますんで、無料で何日間に1回僕が今まで YouTube で喋ってきたような内容を分かりやすくね文章とか映像専用の映像とかでご説明してますんで、よかったらね復習がてら、登録してみてください。では本題に戻ります。だいたい暖かくなってきたらね、春ぐらいから、もう最近だったらもう11月ぐらいまでね西日本暖かいですけど、地域によってはねもっと早くから暖かいとこもあったりとかね、寒いとこだったらその暖かい時期がね短くて病害虫にやられる時期も減るみたいな、そんなんもあるかと思いますけども、一般的にだいたいやっぱ多くなってくるのがもう4月ぐらいからで、もう最後11月ぐらいまではいろいろ松なんかにね虫がつきやすいなという感じはあります。でその都度対策どうしたらいいかと言いますと、その時期でねいろいろあるんですけども、だいたい4月、スタート時からね現れてくるのがね葉っぱにつくダニですね。あとカイガラムシとか、あとはもうちょっとしたら、菌ですね。菌ってウイルスなのか菌こういう植物につく菌みたいなのがあるんですけど、あとそうですね毛虫とか、そのあたりが代表的なとこですかね。でもう何もしなかったらやっぱり運悪くそういう病害虫に疲れてしまうことはあるんですけども、そうならないために予防ですね、薬剤散布みたいな感じでの予防が必要となってきます。でもうちなんかでもね地面に近いところに、周りも自然に囲まれているようなところで、ある盆栽と、例えばベランダのね、その高層マンションとかもう3階4階とかも結構上の方にあるベランダとかだったら案外病害虫つかないかもしれないですけど、地面に近いあたりに置いてたり周りがね木々があったり、林があったりとかしたら、そういうつくリスクもちょっと高まるのかなというところはあります。で4月ぐらいからダニがつかないような、ダニ予防薬みたいなのを、どこに売ってるんだろう、ホームセンターとか農協とかに売ってると思います。僕はいつも農協で買うんですけど、そういう農薬、それはもう使用上の注意を絶対に守っていただいて樹木類に登録されているのを使っていただくと。本当は今ねここでこういう薬剤ありますよって説明できたらいいんですけど、多分いろいろ問題があるんでそれはできないんで、そこご了承くださいと。でちょっとさっき途中だったんですけど、4月ぐらいから葉ダニの予防があったりとか、毛虫カイガラムシ混ぜてやれたりとか、いっぺんにやれる薬剤あったりするんで、そういうのを定期的に散布すると、薬剤の効果が続く期間をね見ながら書いてある通りにかけていくと。で結構危ないのが5月ぐらいからね菌に感染しやすい時期ってあるんですね。だいたい5月から8月ぐらいってお聞きしました。で症状が出るのが10月とか11月とか秋頃に出るんですけども、ちなみにこの今横に置いてる木は菌にやられました。10月ぐらいに症状が出て今もちょっとまだ回復途中というか、分かりますかね。ちょっと芽がね葉っぱも色が悪い、芽があんま伸びてないんですね。でこの辺り菌にやられてるとこです。ちらほらありますけど、ここやられてます。でやられてないとこはこれですね。芽がしっかり大きく膨らんで葉っぱも頑丈、今触ってるあたり
それに比べたらかなり様子が違うというか、貧弱な感じですね。でひどい場合は枯れていくと、これは割と早い時期に菌には感染してしまったけど治療効果のある薬剤を早い段階でかけれたんで、かろうじてまた復活しそうな感じがあるというような今の状態ですね。こうならないために、5月から8月までが感染しやすい時期なんで、そのちょっと手前でね菌予防の薬があります。そういうのを散布すると。だから他の殺虫剤とか菌とかね、あんまり近いとこではやらない方がいいと思うんで、1週間ぐらいも空いてたらいいのかな。そういう、薬によっていろいろあるんでね、一概には言えないんですけど、前にかけた薬の効果がもう薄れた頃にまた違うそういう菌予防の薬やるとか、間隔はちょこちょことね開けながらやってみてくださいというような。ほんでダニなんかはね、結構もうあったかい時期ずっとねつきやすいんで、もう葉っぱが黄色くなってきたらダニっていう場合も結構あります。よくね葉っぱを見るとね小さい点がねついてたりするんですけど、かなり分かりにくいんですけど、だから判断は難しいんでね、これダニですかみたいな僕に質問どっかでしてくれたらお答えできたりはするんですけど、だからだらだらと喋っちゃいますけど、暖かい、春ね来て、目も吹いてきていい感じだなというのと同時にね、虫たちとかね病気とかも病害虫ね元気になってきますんで、その辺を薬剤だったりとか、大きい虫は直接取って駆除っていうのも全然いいんですけど、そういうふうにしながら木の健康をね保っていっていただけたらなと思います。本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。